日本語カフェへようこそ。台湾で日本語を教えている日本人の春です。以前に知らないとわからないの違いについてこの動画で説明しました。説明は中国語で話していますが、最近この動画にいろいろな言語の字幕をつけたので、中国語がわからない方もよかったら一度ご覧ください。今日はそれと関係があるわかるのいろいろな使い方と意味について説明します。ちなみに書き方はひらがなでわかると書いても漢字でわかると書いても同じ意味です。まず最初はこの文の空白部分に何が入るか考えてみましょう。ねえねえ、田中さんってすごいんだよ。犬の言葉が何々だって。どうですか？これはわかるですね。あることを理解することができるとか知っているっていう時にこのわかるっていう言葉を使います。これは普通今初めて理解できるようになったことではなくて、前からずっと理解していたことについて使います。この言葉の反対の言葉はわからないですね。以前この動画でも話しましたが、自分の考えや予定を聞かれたけどまだ決まっていない時にはこのわからないを使います。知らないは使いません。例えば、来週末空いてる？まだ何々。これはわからないですね。自分のことについては全部わからないを使います。自分のことなのに知らないと言ってしまうと、何か別の物事についての知識があるかどうかを言っていることになってしまいます。じゃあ今初めて理解できた場合何と言いますか？例えばお母さんと子供が話しています。知らない人についていっちゃダメよ。何々？何々。どうですか？まずお母さんはここでわかった？と言ってますね。そしてそれに対して子供がわかったと答えています。わかったとわかったですね。お母さんは子供が以前はわからなかったことが今はわかるようになったかどうか確かめるためにわかったと聞いています。子供はそれに対してわかったと答えていますね。これは先生と生徒の会話でもよく聞きます。例えば先生がわかりましたかと言うと、生徒ははい、わかりましたと言います。このような会話はよくありますね。 OK だとか問題ないっていう意味でもこのわかったをよく使います。 OK です、問題ないです、わかりましたは同じ意味なんですね。皆さんに注意してほしいのは、このわかったの反対もわからないだということなんです。ここでわからなかったと言ってしまうと、過去のある時点でわからなかった、理解できなかったという意味になってしまいます。今のことではないんですね。ぜひ気をつけてください。では次の場面はどうでしょうか？お母さんと子供の会話です。もう宿題したの？まだ。早くしなさい。何々よ。これはどうですか？これはわかってるよ、またはわかっているよですね。これは前から知っていたという意味です。じゃあ皆さん、わかるとわかってるはどう違いますか？わかってるっていう時はあなたに言われなくてもわかっているので、
あまりうるさく言わないでくださいという意味が込められています。でも、わかるとかわかりますにはその意味はありません。ですから、誰かを慰める時にも、その気持ちよくわかるよのように、わかるを使います。人を慰める時には、わかったとかわかってるを使わないようにしてください。では次の場面です。ねえねえ、田中さん会社を辞めたんだって。いつかこうなることは何々よ。どうですか？これは分かっていたですね。これは前からある程度こうなるという予想はついていたという時に使います。この時、過去形の分かったとは言わないように気をつけてください。さっきも言いましたが、分かったというのは今初めて分かったという意味です。前から分かっている状態がずっと続いていたなら、分かっていたを使ってください。この言葉の反対の言葉は分かっていなかったです。例えばこんな会話です。田中さん、過労が原因で会社を辞めたんだって。そんなに大変だったなんて何々。この場合は分かっていなかったまたは分かってなかったを使いますね。過去のある時点から今までのことを言うときには、このように分かっていたとか分かっていなかったを使ってください。では最後にこのような場合はどうでしょうか？佐藤さん、新しい部署はどう？はい、だんだん仕事の流れが何々た。これは分かってきましたですね。では分かったと分かってきたはどう違いますか？分かったっていうのは 100% 納得したという場合ですね。でも分かってきたっていうのはまだ 100% 分かったわけではないけど、少しずつ分かるようになってきた、理解できるようになってきたという意味ですね。この分かってきたっていう言葉も日本人は日常生活でよく使うので、ぜひ皆さんも使いこなしてくださいね。はい、分かりましたか？ OK なら、はい、分かりましたと答えてください。全然ダメなら、分かりませんですね。でも私が説明する前からもう全部知っていたっていう場合は、分かっていましたになりますね。そしてもう全部前から知っていることなので、私の説明なんて聞きたくないっていう場合はどうですか？そういう場合は分かっていますまたは分かってますになりますね。もし今日の動画が皆さんにとって参考になったら、ぜひいいねを押してくだされば励みになります。ではまた日本語カフェで会いましょう。はるでした。